皆様、本日はこちらの舞茸を使ってやみつききのこ唐揚げシリーズ第2弾、しいたけに次ぐ第2弾はこちら舞茸、こちらを使ってやっていきたいと思います。拍手。はい。でね、きのこってもうそもそもすごいこれ自体に旨味がすごい詰まってるので、結構唐揚げの時、鶏の唐揚げって結構いろんなやつ入れたと思うんだけど、結構シンプルな味付けにしようかなとは思っております。ただ今回は前回より一つだけそう足そうかなと。しいたけよりさすがにね、しいたけの旨味って本当に強いから、それにはちょっと勝てないと思ったのでプラスアルファを入れようかなと思うんですけれども、まずじゃあ今回舞茸を4パック分極み、何グラムかはちょっと分かんないですけど4パックですねに、まずじゃあ味付けですね。お醤油大さじ4にお酒、こちらも大さじ4で、結構量が多いんでタレはちょっと多めに作っておいてきちんと浸るように。でお次こちら生姜、今回はチューブでいきますね。はい、大さじ1/2にニンニクも同量大さじ1/2。はい。で今回はここにプラスでこちらウェイパー、ソーミシャンタンとかでもいいよ。3つの特徴。あんまり俺こういうの気にしてみたことないけど、無添加とか 6.5 倍野菜原料とかすごいね。ウェイパー結構味は濃いめなのでこちらを小さじ1杯ほど入れます。はい、ウェイパーでちょっとまずね、最初この中でウェイパーとかを溶かしてあげてほしいですね。ニンニクと生姜はねすぐ馴染むんだけど、ウェイパーが固体なんで、もし溶けるのが遅いかなって不安な方はちょっとだけお湯で溶いて入れてもいいよ。でウェイパーとかね、ソーミシャンタンとかなかったらなかったら別に大丈夫です。これでねちょっと旨味が追加されるんで、あったら美味しいよってだけでなくても十分美味しいので。じゃあこちらでいい感じに溶けたらここに舞茸どんどん入れていきます。でちょっと味をつける時間も欲しいので30分ぐらいはつけたいんですけれども、舞茸をあんまりでかすぎるとちょっと揚げる時が難しいので、こんなもんかな。大ぶりな感じではあるけど適度にほぐしてあげて、1個これくらいの大きさにしよう。はい、いいバランスで。できるだけサクッと揚げたいんで、この傘の部分がね密集してるとその部分にちょっと油が溜まりやすいので、ちょっといいバランスで揚げやすそうな感じにほぐしてあげて、ここに最後ちょっと味付きの塩コショウ、はい、入れてよーくタレと絡めます。で今回衣は片栗にしようと思います。こっちの方がねサクサクになるんで。でタレはちょっとね濃いめには作ってるんだけど、ちょっと漬け込んでると浸透圧で舞茸からも水分が出てきてちょうどいい濃さになると思いますので、中にあるタレをしっかりと絡めてあげて。じゃあこんな感じでよくタレと絡んだら、この状態で30分間放置してちょっと漬け込んでおきたいと思います。では30分ほど漬けたらちょっとやっぱね水分が抜けてしっとりしてきてるので、これくらいで OK。 そしたら片栗粉結構たっぷりめにしっかりつけて、全てのねこのひだの面につくようにして、取れちゃった。はい、そしたらちょっとなじませます。すぐ揚げるとね衣が剥がれちゃうんで。油汚れ防止にもなりますね。そうですね。で片栗粉しっかりつけたらこんな感じでどんどん休ませていく感じで全部に。でその間に油の温度を180度まで上げといてください。でね、きのこはすぐ本当に火が入るので、もうカリッと短時間で揚げちゃおうと思います。だから唐揚げの中では本当にしいたけと同じで簡単な方だよね。早い。二度揚げしなくていいから。火入れがねすごい早く済むんで。こうちゃんのね唐揚げの動画見てね、からね唐揚げが上手になったって言ってくださってる方が増えてる。あら、それは嬉しい。説明が丁寧ですって。みんなも唐揚げマスターになろう。であとね、ここ最後細かいのが残っちゃったりすると思うんだけど、それね最後全部まとめてこんな風に片栗粉の中に入れて、ちょっと余ってる粉とこうやって混ぜ合わせて、ちょっとお団子状じゃないけどさ、こんな感じにしたらこういう塊になってかき揚げっぽくなるんで、
余すことなく食べれます。最後余ったのはちょっと粉とぐちゃぐちゃっと混ぜ合わせて粘り気を出して、この状態で揚げたらこれも美味しく食べられるので、最後まで余すことなくいただけます。じゃあ油の温度も上がってきたので、こちらどんどん揚げていきます。では180度で一気に揚げていきますね。で目安っていうのはないんだけど、ちょっとねしっかりと今回味付けしているので焦げやすいかもしれないので、そこだけ注意していきます。まあこんなもんかな、一度に入れる量は。今全部いい感じに剥がれたから、あとはもうこれがもうでもね、触った感じはもう結構ねサクサクなんですよ。ただもうちょっと全体的にいい色がつくかなぐらいまで揚げていきますね。こうやって見たらすごい鶏皮がすごいついてるお肉みたい。うまそう。もう色で美味しい。あ、お腹鳴った。二度揚げは今回しなくて大丈夫なんで、これくらいかな。もう触った感じね、ほんともう全部ザックザクって感じになってるんで、そうだね、揚げ時間は180度キープできたらだいたい2分もいかない、1分から2分の間ぐらいで揚げて大丈夫だと思います。大きさにもよるとは思うんだけどね。でこのまだパチパチパチっていう音がしてるってことは水分が出てるってことなんで、これがまだねもうちょっと収まった方がいいかなと思うんだけど、これが出続けてると結局揚げた後ね手にやっちゃうかもしれないんで、このパチパチ音がだいぶ少なくなったら揚げ時かなって感じですね。OK かな。いい音だしいい香り。はい、じゃあ今回はこれもう二度揚げがないので残りもどんどん揚げていくんですけれども、こちらで舞茸の唐揚げ完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。まずは乾杯。手が伸びてた。じゃあ乾杯。乾杯。冷た。うまっ。いいっすか。じゃあ今日一緒にいっちゃうもん。いただきます。マスターめっちゃうまい。同じキノコなのに全然違うよね。鳥肌足まで立ってる今。最高にうまい。おお、うまっ。いや今回さ、おつまみとしてもいけるしおかずとしてもいけるけど、これ子供のおやつに出したら絶対大喜びだと思う。この傘の部分がめっちゃもうサックサクで、ザクザクだよね。もはや鶏皮みたいな感じになってるもんね。うまい。でこの軸って言っていいのか分かんないけどさ、その部分は結構ジューシーで、そうそう、もう最高。俺も今日はちょっとマヨつけながら食べていいですか。七味マヨはね。
マジでめっちゃうまい。感動してる。やっぱこうちゃんの唐揚げうますぎるわ。全部うめえもんな。ほんとうまい。こんなザックザクでいいのっていうぐらいザクザクだね。マジで言葉を失うなこれ。これはうまい。でちゃんとこの茎の部分は舞茸の香りもきちんとすうるんだけど、んするね。このでも何よりもやっぱこの傘のザックザク感が最高。マジでご飯に合う。マジでこれ本当に朝日が好きな方、朝日と食べてみてめっちゃ合うから。やばい、もうたまらない。辛口との相性がいっぺんに目が覚める。頑張ろうってなるね。本当にうまい。でもこれマジマヨも全然あるけどさ、ちょっとポン酢とかかけても美味しいだろうしさ。なんかキノコってさ、野菜類の中でもめちゃくちゃポテンシャル高いよね。しかもさ、野菜が今年すごい高いけどさ、キノコだけは変わらないじゃん、値段が。そこはねやっぱり主婦の皆さん、僕たちもそうだけどさ、主婦の皆さんもさお買い求めやすいじゃん、ね、そういうとこもいいし、栄養もたっぷりだしさ。でこのお手軽さでおかずにもなって、おつまみにもなって、お菓子にもなるって、もうさ最高じゃない？ほんとにマジでやばいわ。じゃあ最後いただきます。いただきます。うまい。ということで本日はですね、きのこのやみつき唐揚げ第2弾ということで、舞茸のね唐揚げをねこうちゃんに作っていただいたんですけども、マジでうまいです。しいたけの時もめっちゃいろんな方にね作っていただいたんですよ。めっちゃすごい、本当にたくさんの方に作っていただいてるんですけど、全然違う。やっぱり同じきのこでもサクサク感も違うし、そのジューシーなところのまた違うんで、ぜひね作っていただきたいっていうのと、今回はねこうちゃんがねウェイパーを足してくれてるんですよ。隠し味じゃないですけど、それをやっぱ入れてることによってさらにねうまみも強くなってて美味しいので、もちろんねそれがなくても美味しいんですけど、ぜひ皆さん作っていただけたらなと。できのこに限っては二度揚げしなくてもこんだけザクザクになるんで、試してみてください。こうちゃんのね揚げ方で作ると本当にねサクサクで美味しい唐揚げになるので、真似してもらいたいなと思います。ということで本日は以上になります。大満足です。めっちゃうまい。めっちゃうまいです。じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そうだ、一つだけちょっと忘れてたんですけどいいですか？大切なお知らせではないんですけど、なかなかね動画にしてなかったんですけど、一つ鳥たちの名前をねお伝えしなかったんですよ。動画でこう紹介するっていうのがなかなかなかったんで、今回ね一応紹介させていただくんですけど、コメントたくさんありがとうございました。ありがとうございました。一人の子が白い子ね、白い子がお餅で、もう一人の青い子がラムネっていう名前になりました。コメントを書いてくださって、ピンときたんでね、二人ともねそちらを選ばせていただきました。ということで一応ねお知らせしとかないと待ってる方もいらっしゃったんで、じゃあ本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。バイバイ。